こんにちは、アリスチャンネルです。今回は脳は 0.1 秒で恋をする。著者は脳科学者の茂木健一郎さん。恋愛に科学的な発想を取り入れると人生がより豊かになります。早速見ていきましょう。恋をしたいけど出会いがない。世の中にはこれほど人が溢れ、男性も女性も出会いを求めているというのに、どうして人は出会いがないと思い込んでしまうのでしょうか。恋愛は感情です。感情とは意志の力ではコントロールできないもの。人を好きになるのも嫌いになるのも意図的に操作することはできません。恋愛の不思議を科学の力だけで解き明かすことは不可能です。しかし出会いの法則は科学的に解明することができます。科学的視点というスパイスを振りかけてみると、今までとは異なる新たな視野が広がるはずです。闇雲に出会いを求めるより、穏やかな気持ちでまだ見ぬ出会いを楽しむ余裕が出てきます。出会いの法則。脳にはデフォルトネットワークと呼ばれる部位があります。脳の中には感情や運動、記憶やイメージといったそれぞれの働きを担う部位が存在しているのですが、デフォルトネットワークとは、それらをつないで束ねる中心的な役割を果たしています。通常人間の脳は何かを考えているときにより活発に活動しているのですが、このデフォルトネットワークだけは特殊で、何か特定のことに目的を定めて考えているときには活動が低下しており、反対に何も考えていないときに活性化します。いわば脳がアイドリングしているときに一番活発に働いていることが分かっています。恋愛の特に準備段階においては、このデフォルトネットワークが最も大切になってくると考えられます。明確な意識で何かを考えているわけではないけど、全く思考を停止させているわけでもない。次から次へと頭に浮かぶ想念の波に揺られつつ、自由に想像の羽を羽ばたかせている。それがデフォルトネットワークを働かせている状態であり、人間の創造性とも深く関わりがあると言われています。デフォルトとはコンピューター用語で初期設定という意味です。例えば、忙しい人は頭の中に様々なタスクを持っているので、頭がいっぱいになってしまい、結果として頭の中で自由に使える容量が少なくなり、デフォルトネットワークは機能しなくなってしまいます。忙しい現代人でもデフォルトネットワークを鍛えることはできます。一番おすすめなのは散歩です。人は普段歩いているとき、全く何も考えずに歩いていることはまずありません。頭の中が空っぽのようでも、何かしらについて思考を巡らせています。考えるともなく何かを考えているのです。特別な散歩コースを用意して時間をかけて歩く必要はありません。デフォルトネットワークが働くような状況に身を置くには、実は歩き慣れたコースの方がいいのです。知らない土地だと新しい風景に目を奪われてしまったり、道に迷わないだろうかと心配になり、無問題、無目的の境地にはなかなか到達できないからです。自宅や職場や学校近くの少し自然が残っているくらいがちょうどいい散歩コースとなります。学校や仕事や生活の問題を棚に置いて、目的もなくブラブラしてみましょう。恋愛においてデフォルトネットワークが必要な理由は、それが新たな出会いに対して脳の準備が整っている状態を作り出すからです。人は明確すぎる目的があると、それ以外の出来事には関心が向かなくなってしまうものです。例えば A という目的が確立されてしまっていると、それ以外の B や C の選択肢はあらかじめ視界から排除されてしまう可能性があります。でも、もしかしたら自分にとって最高の幸せは B や C の場所に転がっているかもしれないのです。その偶然の幸運に出会う力がセレンディピティと呼ばれるものです。A という目的があって出発したのに、偶然たどり着いてしまった
B や C の地点で幸運と巡り合う。それがセレンディピティです。過去を振り返って、そういえばあれこそがセレンディピティだったというような出会いは誰しも持っているのではないでしょうか。そのセレンディピティに巡り合う機会を生み出すのが脳の中のデフォルトネットワークなのです。例えるなら、自分は小高い丘の上にいて、辺りを見晴らして、どの方向にも歩き出せる状態にいるイメージです。いつどこで幸運に巡り合っても、それに気がつける精神状態にあるということ。運命を変える出会いはいつどこに隠れているのかわからないのです。予想もしないところで出会うかもしれない新しい恋に向き合うため、デフォルトネットワークを働かせておきましょう。私たちは趣味があったり、好きなものが同じ人とは自然に出会うと思いがちです。しかし実際には共通の友人がいたり、クラスが一緒だったりといった外部的な要因によって出会いは大きく左右されてしまうのです。つまり恋愛に発展するような出会いは偶然の中でしか生まれないということです。よく僕たちが陥りがちな考えに運命の赤い糸の概念があります。赤い糸で結ばれている相手にいつか必ず出会うはずだというものです。残念ながらそれは少し違うかもしれません。運命の赤い糸は向こうからやってくるものではないからです。待っているだけでは運命の相手はいつまで経っても現れません。性格や趣味がぴったりと合う運命の人がこの世にいたとしても、だからといって神様は二人を運命的に出会わせてはくれないのです。出会いとは偶然の産物です。例えば、友達の友達だったとか、同じ授業を取っていたとか。出会いがないという人はいつか素敵な出会いがあるに違いないという思いをなんとなく抱いてしまっている可能性があります。でも科学的に考えてみれば、それは現実的ではありません。自分は1年間に何人の人と会っているのか、何人と親しく会話する時間を持っているのか、自問してみるといいかもしれません。出会いの確率は分母の数の多さに比例します。知り合う人数が多ければ多いほど、より多様なタイプの人に出会うことができます。10人の中から出会いを探そうとするのか、1000人の中から探すのか。運命の相手も10人の中からは見つからなくても、1000人の中からなら見つかるかもしれないのです。では、人はどのようにして恋に陥るのでしょうか。脳内で起こる恋愛のメカニズムを一目惚れを例にして見ていきましょう。脳には主に2つの情報処理経路があります。一つは扁桃体を中心とする情動系。もう一つは理性的な判断を司る大脳新皮質。扁桃体は瞬間的な反応や感情を司る部位で、ここの働きによって最初の好き嫌いの感情は決定します。無意識の段階でこれは好き、あれは嫌いと瞬間的に判断します。直感と呼ばれるものもこの扁桃体の働きによるものです。一方の大脳新皮質はそれより少し遅く活動します。瞬間的に反応するのではなく、いろいろな状況も含めて理性的に判断します。この2つを比較するために蛇の例を挙げましょう。あなたは今森の中を歩いています。ふと気がつくと足元に長いものが横たわっている。あなたは一気に青ざめ、蛇かもしれないと飛び上がって後ろに下がります。この時に働いたのは扁桃体です。しかしよくよく見るとその長いものは動かないし、蛇とは違うようだ。よく見るとそれは太い縄であることが分かりました。なんだ、びっくりした。人は安心し胸をなで下ろします。この時に活動しているのは大脳新皮質です。一目惚れの瞬間は脳の中でこの扁桃体が大きく活動しています。ビビッとくるのがその瞬間です。
そして後から大脳新皮質によって冷静な判断が始まります。この人の笑顔が感じいい、性格も合いそうというように、最初の直感に対して理由付けをしていくのです。どうして理由付けをしていくかというと、やはり最初の直感だけでは不安だからです。人間は理由を必要とする生き物で、どうして好きなのかというところまで理解したい。その分析は大脳新皮質が担当してくれるのです。ところで、恋愛は人生においてとても重要です。極端に言えば、命の存続に関わる重要な大事件です。初対面で気になる相手に出会ったとき、現代なら電話番号やメールアドレス、LINE などを交換して、その後も連絡を取ることができます。でも、大昔はそんなことはできません。出会った瞬間を逃したら、もうその人には出会うことができないかもしれないのです。人間以外の他の生物を見渡してみても、オスとメスの出会いは一瞬一瞬が勝負です。また次出会った時でいいや、という選択肢はありえません。この瞬間を逃せば、同じ相手には二度と巡り合うことはできないのです。このような生物の切実な事情が今日の僕たちの一目惚れを作り出しています。それでは一目惚れは正解なのでしょうか？残念ながらそうだとは限りません。結局あれは勘違いだったという結果は悲しいけれどあり得ることです。スピードを売りにする扁桃体ですから一瞬で運命を感じさせることができますが、実際のところ本当にその相手が自分にとって最高のパートナーであるかどうか責任は持てないのです。ただその出会いを特別なものと感じ、大脳新皮質の注意を向けることができます。もしかしたらこの人は自分にとって大切な人になるかもしれない。このように脳を本気にさせて検討するきっかけを作ることが扁桃体の役割でもあるのです。一目惚れはその瞬間に正解がわかるということではありません。情報処理をしてみようと脳が本気モードに入ったということなのです。逆に言うと、瞬時に脳を本気モードにさせるというスイッチを押しているわけですから、その時の本能的な働きというのはすごいものです。一目見て、この人が気になると思ったその瞬間、スイッチが入るのです。でも、その理由は何年もかからないとわからないかもしれません。生物の世界において、それほど長く考えているゆとりはありません。この人と次に会えるかどうか定かではない。正解かどうかの判断は後々考えることとして、とにかく今この瞬間はこの相手を選び取る。これが一目惚れの正体なのです。恋愛をするとどうして心がときめくのでしょうか？どんな恋愛でも絶対にうまくいくという保証などないからこそ胸がときめくのだと思います。相手が自分のことをどう思っているのかもわからない。告白しても断られるかもしれない。うまくいくかどうかなんてわからないところが恋愛なのです。だからこそ人は恋をすると胸が高まり、喜びと同じぐらい不安で胸が締め付けられるのです。もし最初から全ての結果が分かっていたら、ドキドキする胸の痛みは存在しないわけで、そうしてみると胸がときめく理由と恋が失敗するかもしれない理由は同じところにあるということになります。つまり恋愛とは失敗する可能性があるからこそ胸がときめくという理屈になります。人生は偶有性に満ちています。偶有性とはあらかじめ予想できることとできないことが入り混ざっている状態のことです。僕たちは生きる上で自分の身に起こることすべてを完全に把握することはできません。人生の計画を立てた上で将来をある程度予測することは可能ですが、予想もしない事態は必ず発生します。問題はその時にどう反応をするかです。慌てふためき自分の殻に閉じこもって
従来のやり方に固執するか、あるいは目の前に広がる新たな世界に身を投じて新しい出会いや考え方に触れる勇気を持つのか。恋愛とは偶有性そのものです。出会うつもりもなかった人に出会い、いつの間にか恋に落ちている。まさに偶有性の連続です。そう考えると、一つの恋愛は将棋で言えばまだ一局に過ぎないかもしれません。仮に今の恋愛が残念ながら失敗だったとしても、それでめげてはいけないということです。恋に落ちた最初の出会いを考えれば、そういう出会いをできたということ自体が一つの奇跡です。次の奇跡をもっと素晴らしいものにするために、新たな一局に対して向かっていけばいいのです。うまくいかないかもしれないという思いがあるからこそ、恋にときめく。そうであるならば、うまくいかなくても当たり前という気持ちで、人生という名の偶有性の海に飛び込んでみるべきではないでしょうか。ここで偶有性の話になったので、新たな出会いをするためにはどうしたらよいのかを考察していきたいと思います。出会いの確率はテレビの視聴率調査の手法と似ています。つまり、どれだけサンプリングに偏りがないようにするかが鍵となってきます。先ほど10人から出会いを探すのか1000人から探すのかとお話したように、そもそものサンプルの数も重要ですが、集めたサンプルの傾向に偏りがありすぎるのも問題です。言い換えれば、自分の好みのタイプに固執しすぎてはいけないということです。誰もがある程度は好みのタイプというものを持っているでしょう。でもそれにあまりにとらわれてしまうと、正しいサンプリングができなくなってしまいます。自分の好みに対する強い思い込みがあると、そのタイプから外れている人に関しては最初から関心を抱けず、結果として恋愛の可能性を狭めてしまう場合もあります。例えば、年齢は何歳から何歳まで、学歴はこうでなくちゃ、職業はこういうのがいい。このように対象を狭く設定しておいて、この中から探してくださいということは、それ以外の人はサンプリングの対象にも引っかかってこないわけです。好みのタイプに固執しすぎないようにすれば、出会いのチャンスも広がりますし、知らない世界が見られるかもしれません。こんなゲームを考えてみましょう。異性を20人集めて、あなたにどんどん紹介していきます。つまりあなたは20人の異性と出会うことになります。途中でこの人だと思ったら、その人と付き合うというルールの中で、果たしてあなたはこの人と感じたとき、そこで決断することができますかというゲームです。もし7番目に会った人に決めた場合、8番目以降にどんなに理想の人がいても、もう取り替えは不可能です。この場合、何人目ぐらいでこの人と決めることができるかというジレンマが生じます。もし人間に無限の時間が許されているならば、きっと僕たちは正解を求めて永遠にゲームを繰り返していることでしょう。でも残念ながら時間は有限です。この相手が理想の人かどうか確証が持てなくても、ある時点でえいやと飛び込まなくてはならない。自分が選んだ選択を引き受けなくてはならないのです。だからこそ、そこに至るまでの道のりでは、なるべく多くの可能性に出会わなくてはなりません。一昔前なら、お見合い形式で 2,3 回会ったらもう結婚というのが一般的でしたけれど、もう時代は変わりました。サンプリングという科学的思考法が恋愛において必要な要素になってきた時代なのかもしれません。ここまで駆け足で一目惚れのメカニズムから出会いの法則まで見てきました。そのいずれにも共通することは、人は結局偶然に支配されているということです。どんなに用意周到に人生を設計しても、結局は思いがけないところから出会いは降ってくる。
その出会いをなるべく多い確率で引き寄せようというのがこの章の一つの柱です。しかし、それとても確率を高めるだけで最終的な運命の出会いは目に見えない力、セレンディピティに任されているのです。例えば、10年かけてキャリアを積もうと人生設計をしていた人がいるとします。その人の目の前に一人の運命の人が現れる。それだけでその人の人生は全く違うものになるかもしれません。A という地点を目指していたはずなのに、気がついたら B という地点で幸せを見つけた。最初に自分だけで立てていた計画は二人になったことで大幅に変更されることでしょう。恋愛は人生が大きくぶれることでもあります。心にゆとりがなければ恋愛を楽しむことはできません。日常のタスクや固定概念に縛られていると、出会いに対して柔軟な対応ができなくなってしまいます。運命的な恋愛に発展するような出会いを引き寄せるため、デフォルトネットワークを働かせて、より柔軟な脳を作り上げておきましょう。共感の法則。ここからは男女が付き合い始めてからのお話です。あなたは素敵な人に巡り合いました。デートを重ね、一緒に過ごす時間も増えてきました。どこかに出かけたり、自宅でまったり過ごしたり、幸せな日々が続いているけれど、時には喧嘩もするようになってきました。出会った頃の仲がいいだけの期間は過ぎて、相手の長所に混じって欠点も見え隠れするようになりました。相手のことは好きだけど、どうにも理解できないところも目につくようになってきた。これは一体相手の性格の問題なのか、それとも男女の脳の違いなのか。男脳と女脳に違いはあるのでしょうか。一つ大きな特徴としては、脳量の大きさの違いが挙げられます。僕たちの脳の中には脳量と呼ばれる部位があります。これは右脳と左脳をつなぐ神経の束のことで、他人に対する共感を生み出すために重要な働きをしています。この脳量が太いと共感能力が高い傾向があります。喜んでいる人を見れば自分も嬉しくなるし、悲しんでいる人には同情を感じることができる。けれど脳量が細いと、他人が悲しんでいても自分は痛みを感じなかったり、他人に対する共感を抱けません。この脳量が統計的に見て、女性は男性より太い傾向があります。つまり女性の方が男性より人の気持ちを察することが得意なのです。また一般的に男性は論理的思考に優れ、システムを構築するような能力に長けているとされていますが、女性の場合は様々な規則を持つシステム的なものには関心が薄いと言われています。また空間把握能力は女性は男性より高くないので、よく道に迷ってしまうということもあります。総合すると、男性は論理的に考えるのは得意で、機械をいじるのは好きだけど、人の心を察する繊細さに欠けている。女性は機械をいじったりするのは苦手だけど、情に厚く、何も言わなくても人の心を理解してあげることができるということになるでしょうか。ただここで一つだけ気をつけておきたいことがあります。今お話した男女の違いは一つの傾向に過ぎないということです。ただそのような傾向があることを頭の片隅に置いておくのは無駄になりません。男女が付き合っていく中で起こるいさかいの多くは、大抵の場合、どうして相手はこんなことをするんだろうという疑問から発生するからです。どうしてこの人は私の気持ちを分かってくれないんだろう。どうしてこんなに筋の通らないことを言ってるんだろう。意地悪でわざとそうしているのか、それとも単に考えが及ばないだけなのか、あるいは苦手な分野でできないだけなのか。そういったことに考えが及ぶだけで、日々の無用ないさかいはある程度避けられるのではないでしょうか。そして人はすれ違って当たり前
という認識を持つことも大切です。僕たちは自分が思ったことを相手も同じように理解してくれるはずと思い込んでしまいます。言葉に出さなくてもわかるだろう。そう勘違いしてしまいます。でも他人の思考を覗き込むことはできません。深く愛し合っていたとしても、その二人が全く同じように考えているということはありえないのです。家族や友人でも同じです。どんなに親しい間柄でも完全に分かり合えることは不可能ですが、そんな現実の狭間にあって、お互いの心が通い合ったと思う時があります。それは奇跡のような瞬間で、その心の通い合いを求めて男女は一緒にいるのではないでしょうか。機会費用の法則。最後に失恋についての対処法を見ていきましょう。失恋は何度経験しても慣れることはない心の痛みです。どんなに好きであっても思いが通じなかったり、関係に終止符を打つことになってしまうこともあります。これ以上一緒にいて関係が悪化するくらいなら、ここで別れてそれぞれの道を歩み出した方がいい。そう決断しなくてはならない事態も時には起こるでしょう。でもその現実をなかなか認めたくないのも人間の性です。すでに決着がついてしまったことなのに、置かれた状況を認めたくない心境に陥ってしまう。それが失恋に直面した時に生まれてくる負の感情です。このような時、僕たちはどのように自分の感情と折り合いをつければいいのでしょうか。あの人がいなくてはもう生きてはいけないと思ったとしても、日々の生活が続いていくのです。失恋による心の痛みはゼロにすることはできなくとも軽くすることはできます。新しい明日に向かって少しずつ歩んでいけるように思考パターンを変えていくのです。失恋をするとどうして胸が痛むのでしょう。何もする気力がなくなってしまったり、涙が溢れてしまったり、夜も眠れなくなってしまうこともあるかもしれません。それはショックが大きすぎて脳のシステムが処理しきれずにパニックになるからです。感情がオーバーフローした結果、溢れ出すのが失恋の涙です。それが行き過ぎてしまうと、今度は一種のうつ状態になってしまいます。何もする気力がなくなるのはそのためです。自分のどこが悪かったんだろう。何度考えても明確な答えは浮かばず、いつまで経っても堂々巡りの自問自答を繰り返してしまいます。そして一番良くないパターンは、自分に良くないところがあったのではないかといったように、すべてを自分のせいにしてしまうことです。それが行き過ぎてしまうと、自分の行動を改めれば戻ってきてくれるのではないかという発想につながってしまい、下手をするとストーカーへの道をたどってしまう可能性すらある。脳の働きを知れば知るほど、他人の脳をコントロールしようとしてはいけないという命題が真であることが確信できます。科学の世界において脳をコントロールしようということは試みられてきましたが、それは成功しませんでした。そもそも脳は外部から強制的に操作するということに関しては極めて馴染まない性質です。勉強や仕事などにおいても言えることですが、外から無理して何かをさせようとか、好きにならせようとしても、脳は言うことを聞いてくれません。自分から嬉しい、楽しいと思わなければ、快楽のドーパミンが出ず、対象に対する愛着は湧かないのです。ですから、恋愛においても、自分の努力が足りなかったからこうなったという発想はほとんど意味を持ちません。ましてや、自分のことを好きにさせようという発想は、まさに外部から他人の脳を操作しようとする試みに他なりません。自分の力ではコントロールできないこともある。それを悟るのは人生において
とても大切なことなのです。恋愛の本質はシンプルです。たまたま二人の人間が出会い、たまたまお互いのことを好きになった。ただそれだけのことであって、そこに明確な理由は存在しません。自分が努力したからこれだけ愛されたというものではないのです。恋愛は一種の衝動です。まずは結論ありき。最初の方でもお話ししましたが、恋愛の場合、まずは扁桃体によって好きだという結論が出て、その後ゆっくり大脳神皮質による説明が来ます。この人のことが好き。どうしてだろう。こういうところが魅力的だから。という順序です。それは嫌いという感情でも同じことです。まず嫌いという感情があって、その後にどうしてなのか理由を考える。ある人のことを好きになった。そしてもう好きではなくなった。この二つを並べたとき、そこに明確な理由は存在しません。本当のところは自分でも理由は分かっていないのです。気がついたら好きになっていた。気がついたら嫌いになっていた。これが本当のところではないでしょうか。昼になれば太陽が昇り、夜になれば月が輝くように、男女の出会いも別れもあるのです。人の力ではどうしようもないことです。ならば、人生にはこういうこともあるさ、という一種の悟りを開くことも、失恋の痛みに耐えきれないときには必要になってくるのです。さて、失恋に遭遇したときの男女差はあるのでしょうか。よく耳にするのは、男性はいつまでも前の恋を引きずり、女性はさっぱりと立ち直って次の恋愛に目を向けるというものです。失恋は男女ともに辛いものですが、でもそれでもやはり女性の方が失恋の痛手から比較的早く立ち直れるとしたら、それには女性の方が時間に猶予がないからという理由が関係してきます。女性は長い時間をかけて子供を育てなければなりません。そのためにはなるべく早くパートナーを見つけ、子供を産まなくてはならないということは、たとえ一つの恋が終わったとしても、いつまでも悲しんでいる暇はなく、早く次の相手を見つけなくてはならないのです。ここで一つお断りしておきますが、女性なら誰もが失恋から速攻で立ち直れるわけではありませんし、誰もが子供を産み育てなくてはならないわけではありません。あくまで生物学的な問題としてお話ししています。もともと人類の歴史上、男女が果たしてきた役割が問題なのです。どう頑張っても男性には自分で子供を産むことはできないのです。現代の僕たちの思考は100年200年の単位で築き上げられたものではありません。何万年と続いてきた人類の歴史、その上に築き上げられてきた思考形態が受け継がれて、現代の僕たちの思考にも影響を与えています。文化の変遷によって社会の規範は新たに生み出されて、現代では男女の役割も変化してきました。しかし人間の脳は不思議なもので、社会の変化に応じてすぐに思考まで変化させることはできないのです。一つの恋が終わり、新たな恋が始まる。その時、終わった恋は脳の中でどのように処理されているのか。男は別ホルダーで保存。女は上書き保存とよく言われます。男性は以前の恋をすべて名前をつけて別ホルダーに保存しているのに対して、女性は以前の恋を保存することなく、その上に上書き保存をしていくということです。つまり女性にとって恋は常にただ一つということです。そもそも女性にとっては男性は複数である必要はありません。
むしろ一人に決定したいし、しなくてはならない。その人と一緒に自分の子供を産んで育てなければならないのですから。ところが男性はそうではありません。美人に簡単に心が奪われてしまう傾向があります。男は初対面であってもその外見にコロッと騙されてしまいやすい。それは一体なぜでしょうか。長らく男性にとって女性は一つのステータスシンボルでした。権力を持った男はその象徴として美女を得ることが基本だったのです。複数の女性を獲得するというのは後継者を確実に得るためにも大切なことでした。一見すると男が女を選んでいるように見えるこの構図は、その源流をたどると実は全く逆の現象が現れてきます。自然界全般を見渡してみると、オスがメスを選ぶのではなく、メスがオスを選ぶというケースが非常に多いのです。オスは自分の子孫を残すためには、メスに自分の子供を産んでもらわなくてはなりません。そのためには、メスに自分を選んでもらわなくてはならない。多くの動物の外見が、メスよりオスの方が美しいというのも、その外見の美しさによって、メスに選んでもらいたいという目論みがあるからです。一方のメスは、産んだ子供を成長させるために、力を持ったオスを選ぶ必要がありました。せっかく産んだ子供が外敵に殺されてしまっては、努力は無になってしまいます。そのためには、子供の父親は外敵が襲ってきても蹴散らすくらいの力を持ったオスでなければならない。メスはオスを選ぶ眼力も試されたのです。美しい女性をたくさん獲得するのが力を持った優秀な男であるという構図だからこそ、男性は複数の女性に目が行きがちだし、たくさんの女性に惚れやすくなっている。男性はパッと一瞬女性を見ただけで、あ、かわいいとなってしまうけど、女性は慎重に相手を見極める。反対に別れに際しては、男性は失った恋を長く引きずり、別ファイルに保存する。女性は過去の恋に上書き保存することで、常に一つの恋が自分の中にあるようにしているのです。では具体的に失恋の痛手を回復するためにはどうしたらいいのでしょう。失恋が辛いのは過去の思い出をいつまでも引きずってしまうからです。一緒に楽しい時間を過ごしたのですから、そうなってしまうのは無理からぬことです。そこで僕がお勧めするのは、頭の中に新しい回路を作ってあげることです。失恋に限らず他のことにも言えることですが、一旦脳の中に作られてしまったマイナスの回路は消えることがありません。一度何かに対して強い失敗経験を抱いてしまうと、それを消し去ることは難しい。そこで失恋した時の対処法として効果的なのは、別の回路を作るということになります。別の回路を新たに呼び出して、失恋の負の回路を迂回してしまうように習慣づけるのです。具体的には、意識して新しいことに没頭してみることです。例えば、失恋したら旅に出るというのは、かなり効果のある対処法です。知らない土地に行って知らない人と出会い、美しい風景に感動するとき、脳は新しく起こる出来事に対応するのにいっぱいになるので、マイナスな思考を一時的に放り出さなくてはなりません。それまでは寝ても覚めても失った恋のことを考えていたのに、そこで新しい回路ができるのです。その他にも単純ですが、美味しいものを食べる、ショッピングをする、お友達とおしゃべりをするということも有効です。低下してしまっている脳の楽観回路を刺激して、新たな喜びを感じさせてあげるのです。でも、どうしても失恋の悲しみに引きずられてしまう。
そのような場合、最終手段として、相手の痕跡を心の中から抹消してしまうしかありません。相手の欠点を紙に書き出してみるのもいいでしょう。紙に書き出すことによって、冷静に物事を判断できるようになるのです。そして、本当にその相手が自分にとって必要な人だったのかを客観的に考えてみるのです。自分にとって大切な人とはこれから出会うんだと思うようにするのです。失恋をしたとき大切なのは運命の人と出会うためにこの失恋があると思うことです。人生を歩む上で人は数えきれないほどたくさんの選択と決断をしています。どこの学校に住むのか、どんな仕事に就くのか、転職をするのか、恋愛に関しても、この人と付き合うのか、付き合わないのか、結婚するかしないか、仕事を続けるのか、辞めるのか、今子供を持つのか。ある決断を下すときには、自分にとって最適だと思える判断をしています。その決断が正しかったのかどうか、人生で悩むことは何度もあります。でも大切なのは、自分が選んだ人生は自分で引き受けるということです。幸せな恋愛をしているときはもちろんのこと、残念ながら失敗だったかもと思ってしまうような恋の場合でも、それを選び取ったのは自分であるという意識をどこかに持っていた方がいいのです。自分で下した決断であれば、人は納得できるものです。でも、誰かのせいでこうなったという思いは、後悔の念を生み出します。そうならないために、自分で自分の人生を選び取るという意識が必要です。そしてそれを素晴らしいものとして味わうのです。ここで、機会費用という概念をご紹介します。機会費用。意味としては、ある選択をしたときに、仮にもう一つの選択をしていたら得られたであろう利益のことで、もともとは経済学の言葉です。わかりやすい例を挙げてみましょう。ある女性がいます。彼女は才能もあって、仕事のキャリアも順調に重ねている最中だとします。このままいけば、会社の中でも管理職について、給料も格段にアップすることが見込まれている。でも、そこで彼女は子供を産むという選択をします。さらに、出産後しばらくは復帰せず、子育てに専念することを決めています。このような場合、子供を産むという選択をしなかったら、得られたであろう会社の地位や給料が機会費用です。この考えは人生のあらゆる局面で僕たちについて回っています。例えば、恋人と過ごす幸せな時間があったとします。その瞬間においても、もし仮にこの時間をそれに当てていなかったら、得られるべき利益は他にもあるという意味で、そこには機会費用の問題が存在しているのです。その人と会っているということは、その時間にできたかもしれないその他のことができなくなっているということだからです。とはいえ、僕は世の中のすべてのことにおいて効率を求めていいけれど、人間関係だけは効率を考えてはいけないと思っています。恋愛における基本理念でもあります。恋人といるときは無条件にその瞬間を楽しんだ方がいい。その人と一緒にいる時間を仕事やお金に換算して計りにかけるということは言語道断です。ただ、どんな場合でも機会費用の問題が関係しているということは発想として大切なことです。損得を考えろということではありません。大切なのは、この人と一緒にいることの方を選んだという自分の下した決断が持つ意味です。その決断が十分価値のある素晴らしいことなのだと思い、その時間をしっかり味わう。それが
恋愛における機会費用の法則なのだと思います。何かを得るということは何かを失うこと。逆に考えると、何かを失っているときは何かを得ているということです。先ほどの女性の例を考えれば、そのまま仕事をしていたら得られたであろうキャリアやお金より、彼女は子供といる時間を選んだ。それはキャリアやお金より我が子と過ごす時間の方が自分にとって価値のあることだと判断したからです。つまり、失う利益を承知した上で選択した自分の人生すべてを引き受けるという覚悟でもあります。人はついそうしたことを忘れてしまいます。この人と一緒にいるということを選んだのは自分だということを忘れて、相手への非難に形を変えてしまうことすらある。あなたのせいで自分はこうなってしまったとでも言うように、どのような選択をする場合でも機会費用の問題が関係してくることを理解した上で、自信を持って人生の選択と決断をすべきです。恋愛という幸せな時間も、ただその人と一緒にいると楽しいからだけではなく、その貴重な時間も自分が選択した結果なのだということをしっかり意識しておくことで、その時間はより価値のあるものへと昇華していくのです。ところで、運命の赤い糸の正体は何だと思いますか？先ほど運命の赤い糸は向こうからやってくるものではないとお話ししました。出会いとは純粋に確率的な問題であることを見てきました。科学的に見れば赤い糸はこの世に存在しません。ただ、そうは言っても、現実には私は運命の人と出会えたと喜びを語る人はいます。この人と出会うためにこの世に生まれてきた。そう思える人はたくさんいるのです。人は運命を感じることができるし、これが赤い糸だと確信する瞬間もあるでしょう。運命の赤い糸とは後からわかるものです。結果としてそう確信できた恋人がその人にとっての運命の人であって、あたかも赤い糸で結ばれていたかのように感じられるだけなのです。カオス理論で有名なバタフライ効果というのをご存知でしょうか。地球のある場所で一匹の蝶が羽をはためかせたところ、地球の裏側でハリケーンが起こったというもので、要するにほんの些細な出来事が大きく世界の事象を変えていくこともあるということです。この世は予測がつきません。どんなに計画を立てて人生を生きていても、どこで新たな出会いに遭遇するかわからない。ほんの小さなきっかけで人生が劇的に変わる可能性は日常に潜んでいるのです。ならば人生をすべて自分の力でコントロールしようとするのではなく、思い切って不確実で素晴らしい人生の海に自ら飛び込んでいった方がいい。人生の終着点において、あれこそが自分にとっての運命だったと自信を持って語れるような生き方をするのです。これは言い換えると、過去がどんどん必然になっていくということです。そのためには偶然を必然に変えていく力が必要です。自分の身に起こったことを単なる偶然と処理するのではなくて、もしかしたらそれには何か重大な意味があるのではないかと考える。あの日、あの時、あの場所で、あの人と出会った。それはすべて単なる偶然の積み重ねですけども、そのすべてが自分にとって単なる偶然ではなく必然だったのだ。そう思える人生を歩むのです。それは
自分の人生から逃げ出さない覚悟の表れでもあります。これだけ世の中に人が溢れているのに、その中で私たちは出会えた。もしかしたら運命の赤い糸は過去への感謝の気持ちなのかもしれません。